もうお住まいになって何十年でいらっしゃるんですね。そうですね、名義を持ちましたのは昭和25年からですけれども、その後もずっと道場の方に行っておりまして、体が戻ってきたのは昭和38年の3月からです。およそ30年。そうですね、もうそんなになりますか。今ちょうど池の睡蓮が素晴らしい花をつけておりますけれども、はい、このお池もだいぶ古いんでございますよね。はい、平安朝の頃の池と聞いてます。京都は本当にスケールが違いますね。いや、この私たちが座ってるこのお寺もできてから木造ですけれども400年近く経ってましてね。ただこれ、来客が、アメリカ人ですとね、はい、こういう話を私はするんですが、中国人やあるいは、イタリア人が来ました時にはあまりしないんですよ。彼らは3000年あるいは2000年の歴史のある国ですからね、あまり感心してくれません。それに比べてアメリカ人のお客さんの場合には大変感激をしてくれます。この大師院が石庭で有名な龍安寺のすぐそばということですが、はい、この池もね、一年中ほっとけば水草で覆われてしまって、こんな時期水面が出るっていうことはないんですよ。これはみんな龍安寺さんが一生懸命水面の草取りをしてくださってるからでしてね、はい、おかげで大変きれいな景色が眺められます。おっしゃった外国人を含め、はい、修学旅行の子どもたちもね、はい、この池の周りを散策しておりますけれども。そうですね、外からやってくるこういうその拝観の人だけじゃなくて、このお寺は拝観は一切遮絶して、修行のために使ってます。ところが、日本人よりも外国からやってくる人たちの方がこの頃は多く修行してまして、この庭も彼らのために大変役立ってるわけです。はい。ところで老子は富山県のお生まれでいらっしゃいますよね。はい、富山県の魚津、新潟の方に近い方でして、近くに親知らず子知らずという有名な難所もある近くです。私の生まれた頃は、細々とした漁業と、あとは山の方へかけて段々の田んぼがたくさんある、農村と言っていいようなところでした。私が生まれた家っていうのが、じいさんの代まではもう800年近く田んぼを耕しとった農民でして、父親の代に医者になって、町の方へ出てきて開業をした、そういう家で生まれたんです。はい、旧制富山高校ご卒業後、はい、すぐもう全門にお入りになったんでございますか？はい、何しろ、私は高等学校の文化行きましたので、学と出陣というような、ことも、少しばかり体験しました。ですから敗戦になって戻ってきて、そして高等学校へ復学して卒業したんですけれども、精神的にも大変混乱しておりましたし、また国中が経済的に混乱した時代でしたから、どうにも続けて落ち着いて勉強をするという気分になれませんでね、うろうろした挙句禅寺へ飛び込んでしまったと、そういう経歴です。それに加えて私の場合には個人的ですけれども、敗戦の前年の夏にもう日も近づいてきましたが、8月23日の夕方、母親が息を引き取り、そしてあくる日の朝父親が息を引き取るというような、状況があったものですから、
しとしを自分にとってはあの時期は大変な、人生の岐路だったんですね。今日は墓上仏神ということでお話を伺うんですが、はい、先ほど終戦の8月23日ですか、はい、お母様を亡くしということですが、はい、老子のお母様はどんなお母様でいらっしゃいましたか？私がその母のことをいろいろ話しするってことになりますとね、ちょっとそれは限られた時間では言えないんですね。なぜかって申しますと、ご存知のように私は結婚しないで今日まで参りました。で、前奏っていうのは得てしてこの母親を永遠の恋人のように美化していくところがありますね。私などもそういうところがありますし、来年は両親の50回忌になります。これだけ年月が経ちますと美化も相当ひどいことになると思うんですね。で、一つだけ母親について、忘れられん思い出を話すといたしますと、これは母親の思い出であると同時に私の大変大きな思い違い、あるいは自分の得手勝手さっていうものを痛感する羽目にもなった出来事なんです。と言いますのは、7月に私兵隊検査を受けておりまして、で合格をしておりますから、いずれは召集令状が来るだろうっていうことがその時の私の最大の関心事だったわけです。ところが家では父が第1回の脳一血をやりまして立ち直ったんですけれども半身不随、母親の方はその看病疲れで寝たっきりの状態になってました。でも私は学校の近くに下宿をしておったんですね。そして、ある日、午前中に、授業中私のところへ小さな紙切れが届いてきました。家から電話があってすぐ戻るようにということだという、そういう伝言を書いた紙切れなんですね。それを見た瞬間私は召集令状が来たんだと決め込んでしまったんです。要は私の心の中に召集令状以外のものは何にもなかったってことですね。それで勝手にこれが今日が最後の授業だ、自分の一生のうちで授業を受けれるのは今日が最後だ、だから最後まで授業を受けてから帰ろうとこういうふうに考えたわけです。それで昼休みの時に一番の親友にそのことを申しました。そしたらはっきり召集令状が来たというその案内だったのかって聞きますから、いやそうじゃないけれどもすぐ帰れというのはそれ以外に考えられない、こう申しましたら、君もし別の要件だったらとても困るんじゃないか、だから一度電話で確かめてみろ、こういうふうにアドバイスしてくれましてね、これも大変に友達というもののありがたさを後で痛感しました。電話かけてみましたらそうじゃない、母が危篤状態だと。びっくりしまして、電車の中で足踏みするような思いで家へ帰ったんですけれども、玄関へ入ってみますともう親戚の人たちの下足が土間にいっぱいになっている。ところが母の部屋へ行ってみますと、母の枕元には母の姉になるおばが一人いるだけで、私の顔を見て父親の部屋の方へ行けとこう言うんですね。で父親の方の部屋へ行ってみますと、ここにみんなが集まってまして、脳一血、独特の異様ないびきですね、あれを書いて意識が不明になっておりました。母の危篤状態がきっかけになったのかどうか知りませんが、第2回目の脳一血を再発しておったんですね。でそこでどのくらいの時間いたのか、今度は母の方からもう臨終だからこっちへ戻れと。でそっちへ駆け戻りまして、
母の顔を覗き込んだ時、母の方は意識はあったんです。で、私の頭の中にまた真っ先に得て勝手な思いが浮かんだんですね。それは私の子供の頃、母が口癖のように、私はお前たちが可愛くて死んでもよう死にきらんだろう、木蓮尊者の話をしましてね。木蓮尊者っていうのは実際の経典にはそういうのは載っていないんですが、中国でできた因縁話の中に、木蓮尊者のお母さんが地獄へ落ちられる、それを救われたことが、裏凡永の始めだっていうような、そういうお話があります。それを母独特のその解釈でですね、私に申しまして、木蓮尊者のお母さんも子供が可愛いばっかりに地獄へ落ちられたそうだが、わしもきっとそうなるだろうというようなことを言ってたんですね。実際そういう母の言葉が子供にスーッと通じてくるくらい、あの時代姑に仕えて、そして今から言えば暴君としか言いようのない父親のそばでいますとね、結婚して子供を産んだ女性にとって子供だけが救いなんだろうっていうのは子供心にも分かるもんですからね、それを信じ込んでおったわけです。信じ込んでおったって嘘じゃなかったんでしょうが、そのことがふっと臨終の母親の枕元で心によみがえってまいりましてね、今自分がしてやれることって言ったら母親の手を強く握ることしかない、そう思って、母親の手を握ったんです。そしたら母親が一生懸命手を引っ張るんですよ。それでもっと強く握れということだろうと思ってもっと強く握りましたらね、さらにもう渾身の力を込めて引っ張る。それで試しに手を離しましたらね、自分の方が私の手から手を自分の方へ戻してですね、胸の上でこう合掌して、それで息を引き取ったんです。で、この時私は恥ずかしいですが大変裏切られたような気がしました。母親が自分のことを一番大切に思ってるんだ、それで死ぬにも死にきれない、死んだら地獄行くと言ってた。それなのに土壇場で母親は自分から仏様の方へ向きを変えてしまったという印象だったんですね。でもこのことは私今振り返りますと、一番混乱していた時に自殺もせず、あるいはめちゃくちゃな生活にも落ちていかず、最後のギリギリのところでお寺へ転がり込むという、こういう道筋をつけててくれたんじゃないかという気もいたします。で、さらに自分が修行をしてきてみて、母親のあの土壇場で手を合わせたっていうあの姿はですね、私が見ていた姑に仕え、暴君の親父に仕え、何一つこの女としての喜びも人間としての喜びも味わわないで、ひたすら忍従の生活を一生送ったと思っているその母親の人生の内容は実は違ったもんだったんじゃないかっていう、そういう気がしてるんですね。一種の最後の土壇場で見せてくれた母親の姿の中に、人生を生きていく上の凄まじさって言いましょうか、もう大変な強いものを母親はちゃんと持って生きていたんじゃないか、こういう気がしてならんのですよ。私の手を振り払って
胸に手を当てた母親の目には、移り変わっていく現象の世界だけではなく、やはり永遠の世界っていうのがちゃんと見据えられてたっていう気がするんですね。宗教っていうのは一体何でしょうかって問われると、いろいろな言い方があるでしょうけれども、私は現象っていうものは必ず変わるものです。現れてくれば消えていく、生まれれば死ぬ、作れば壊れていく、形あるものは全て滅していく。これはもう本当に万古不易の真理ですね。ただそれだけじゃないんです。それだけじゃないのに、私たちはそういう移り変わっていく儚い変化の世界の中だけを見て、その中での幸せ不幸せ、成功失敗を言ってるんですが、そういう生活からもう一つ永遠のものがあるってこと、その永遠ということの方に目を向け替えることを、私は宗教的と言っていいんじゃないかと思うんですね。で、母は宗教って何だって聞いたら知らなかったと思います。あるいはどの宗派を信じてるのかって聞かれてもはっきりしてなかったと思います。要は知識的な宗教は無縁であって、生きる上で本当に力になる宗教を持っていたんだというふうに思うんですね。生き方そのものの中に、逆に宗教家の方が学ばなければいけない本当の宗教性っていうのがあるような気がいたしますね。今も幼稚園児が遊びに来ているようですけれども、はい、最近は老子は幼稚園児をお持ちのお母さん方に積極的にお話をなさいますよね。はい、それは今の母親に対して、はい、いろいろ老子の立場からおっしゃりたいことがいっぱいある。いや私ね、今はまあ学長もしてまして、はい、いろいろお寺におれない世がたくさんあります。ですから先ほど言いましたように、手元には出家した弟子2人だけがおりまして、あとは座禅の時間と禅問答の時間に通うというふうにしております。それは自分が一緒に生活していろいろ指導ができないから、それで若い者たちをそばに置かなくなったんですが、ここへ戻ってきましてから約20年余りの間は、この小さなところで寝る場所がないから台所まで若い者が寝てたんですね。でそういう生活の中で、6、700人も延べで言いますと、一緒にここへ泊まって生活したでしょうか。もう少し早く親がなんとかこの大きな心得違いを気づかせてやっとってくれたら、ここまで難しくならなかったのになって思うことが多かったんですね。それでできれば幼児を育てているお母さん、あるいはせいぜい義務教育までの子供の相手をしているお母さん、そういう人たちに少し気づいてもらいたいことがある。そういうことで頼まれれば優先的に、幼稚園児のお母さんとか、あるいは義務教育の子供を持っているお母さんたち、学校の PTA とか、そういうところでお話をするようになったんです。そうしますとお母さんですから子供に対する愛情は皆さんお持ちで育てていらっしゃるけれども、はいはい、ちょっと方向が違うんじゃないかなっていう感じなんですか？お母さんと今言いましたが、父母ですね。父母、はい、もっと言いますならば、社会の大人たちですね。ですから私がその方々に、話しますのは、育て方が違うという話じゃないんです。あなた方が生き方の上で勘違いしてらっしゃることはありませんかという話ですね。で、私は自分自身の修行も含めて一番重大に考えているのは、
本当のことは何なのかを知ることじゃないんです。どういう思い違いをしていたかっていうことが非常に重大でして、自分の思い違いに気づいた瞬間、正しいことが見えてくるでしょうけれども、この正しさは俺の方が正しいんだ、いや俺の方が正しいんだという言い合いになる正しさではありませんね。間違ってたって気がついた方が大きいんですから。ところが間違ってたってことに気づかないで、これが正しいんだっていうものを掴んだと思いますとね、これはもう人に押し付けますし、あるいはそれが種で喧嘩や戦争にも発展するでしょうし、ですから私はまた別の言葉で宗教ってものを言うならば、宗教っていうのは真理を悟ることじゃなくて、自分の思い違いに気づいて真理が見えてくるようになることだと思っているんですね。だから、話を聞いてくださる父母の方たちにも、あなた方は私の話の中からこれが正しい教育法だっていうのを掴んで帰らないでくれ。そうじゃなくて、私の話を聞いている間に何かハッと心にぶつかるものがあったら、その時にそのぶつかったもので自分の心の中の間違った思い込みを爆破してくれ。そしてさらっとした気持ちで帰って子供たちに接してほしい。そうしないと、もし私の言ったことをこれが正しいんだなどと掴んで帰って手のひら返すように子供に接したら、子供は混乱するだけでね、教育的にはマイナスにしかならない。だからあなた方が生まれたまんまの素直な気持ちに戻って家へ帰ってくださることが私の願いだってよくお話の初めに念を押すんです。その若いお母さん、間違いに気づいてほしいという、その間違いというのがまた嬉しいですね。そうですね、忘れられない話を一つの例にして、お話をしようかと思います。これは10年も前に雑誌の対談で、森重久彌という方が話しておられたことなんで、細かいところはうろ覚えですけども、あらすじを申しますと、彼の友達に一人の会社の社長さんがあって、ロータリークラブの会長に就任された時に皆さんに赤飯を炊いて配られたんだそうです。そして今日は私はぜひ皆さんに赤飯を食べていただきたい、自分にとって忘れられない赤飯にまつわる思い出があるんだというようなことから、話をされたんだそうですが、貧しい農家の跡取り息子として生まれて、だんだん成長するにつれて自分の家の田畑の広さ、家の事情っていうようなものが分かってきてみると、自分がどんなに真面目に一生涯働いたとしても年老いていく親に楽させることも、あるいは弟や妹を学校へ出してやることもできないということが分かってきたんでしょう。どうしても都会へ出て一働きするしかない、そう思ったんだけれども、多分私と同年かもう少し年のいった方だろうと思いますが、戦前の子供たちっていうのはいちいち親に言わなくても、それが親を悲しませることなのか喜ばせることなのかはみんな分かってて、悲しませることはあまり言いませんでした。言うまでもないことっていうのがあったんですね。彼もそうだったんでしょう。どんなに貧乏な百姓の跡取りといえ、跡取りが先祖伝来の田畑を
投げ捨てて家を出るってことを悲しんでも喜ぶ親はいない、そう思って、言い出しかねておられたんですが、とうとう、覚悟を決めて家出をしようということになったんだそうです。でいつも母親が朝起きる時間よりはずっと早くに起きて台所の裏口から出ようとされたんだそうですが、その日に限ってお母さんがすでに起きて台所で働いた。そして出て行こうとする自分に向かって「赤飯を炊いておいたから食べていけ」と声をかけられたんだそうです。赤飯の前に座って炊きたての味噌汁を添えてもらっても、何かこう涙の塊みたいなものがここへ突き上げてきて、どうしても一口入れたその赤飯が喉を通らない。でその様子を見て母親が起きたばかりで「食べたくないのなら握り飯にしてやるから持っていけ」、そう言うて赤飯の握り飯を渡してくれた。それをもらって逃げるように暗い外へ飛び出して長い道を停車場まで歩いていったんだけれども、跡取り息子が家出をするという時に泣き騒ぎもせず、取りすがって引き止めもせず、怒り狂って説教もせず、赤飯の握り飯を渡して黙って送り出した後で、きっと母親は涙を流してるだろう。そう思うと自分ももうずっと泣き詰めで、都会へ出てきた。握り飯は食べてしまって一粒も残っていないけれども、しかしそれ以来赤飯の握り飯が自分にとって神とも仏とも、あるいはお守り札ともなって、少々お金ができても地位ができても時間ができても、自分は大した間違いをしないで今日まで来れた。そして今こうやって素晴らしいお歴々の集まりの中で会長という名誉な地位にもつけてもらっている。ひとえに私にとって赤飯の握り飯のおかげだと思えるので、今日は皆さんにこれを食べていただきたいんだ、そういう趣旨の話をされたんだそうです。で対談の中でこれを話しながら森重さんという方は泣いておられたようでありますが、私もそれを読んだ時やはり涙が止まりませんでね、大変な感銘を受けました。でもこの私が受けた感銘っていうのは、なぜこんなに感銘するんだろうと思って改めて自分の気持ちを振り返ってみますと、単なる母親の慈愛っていうことだけではないような気がするんですね。このお母さんには素晴らしい知恵がある。その知恵っていうのは学問的な知識的な知恵でなくって、子供と向かい合って話をしなくてもその子が何を考え何をしようとしているのかをちゃんと的確に知っているという、そういう知恵なんですね。でそういう知恵の裏打ちのあるお母さんの慈悲だから、黙って貧しい家計の中から特別に赤飯を炊いてそれを持たせて送り出す。そしてそれが息子の一生を左右するほどの大きな力になるという方便、仏教で方便と申しますが、これは方法手段実践方法のことですね。こういう行動がお母さんの中から自然に湧き出す実践方法のことですね。こういう行動がお母さんの中から自然に湧き出したんじゃないか。そしてそういう相和した素晴らしさがやはり聞いた人にも文字で読んだ人にも涙を流させるほどの大きな感銘になってるんじゃないかなと、そう思ったんです。それでこの話をお母さん方に
いたします時、お母さんもお父さんもですが、断っときますけど、私がお母さんって今日言った時はお父さんも入ってるし大人全部入ってるんだということにしてください。で、皆さんにお話をいたします時にね、この社長のお母さんというのは明治生まれの人、したがって学校は小学校しか出ていなかっただろうと思うんですね。それも小学校4年、あと2年は高等科って言われたような時代だったと思うんです。そして割合に若いというよりは幼い時に労働力としてお嫁に行かれたんだと思います。昔の農村はそうでした。テレビもありません、ラジオもありません。新聞だって各家庭が取るようになったのはずっと後です。ですからこのお母さんは外から入ってくる知識、情報っていうのは今の我々の生活から比べればほとんどないと言っていい状況で生活しておられたと思うんですね。じゃあその代わり子供にべったりくっついてこの子を育てられたのか。当然小さな間から古浴衣で縫ったおしめですね、あれを2回分も3回分ももうだるまさんみたいに赤ん坊の腰に巻きつけましてね、富山県ではつぶらっていうんですがね、藁で作った符をですね、ああいう中に入れて、そして働きに行くわけですね。今日のように何ヶ月の赤ん坊には何時間おきに授乳しなさいなんていうような時代じゃないんですよ。体は離れていてもお母さんのおっぱいっていうのは父が張って多分あふれ出して着物も汚れる、そういう自分の体の変化そのものが赤ん坊そのものであってね、このお母さんは理屈抜きで符号の中へ赤ん坊を入れてきても赤ん坊とは1ミリも一瞬も離れてることはできなかったんだと思いますよ。そして農作業の合間に走って帰ってずくずくのおしめを取り替えて腹いっぱい張ったおっぱいを飲ませて、そしてまた働きに行く。そういう間にまだ何にも考えられない赤ん坊かもしれませんけれども、ひたすら赤ん坊なりの思いでお母さんにずっと心はつながってたと思いますね。両方がそうだったと思います。父離れをしてからでもこういうような親子の関係っていうのは私ずっと続いてたんだと思うんですね。だからこのお母さんはまるで超能力のように息子が何を考えいつそれを実行するのかってことをちゃんと知ってたんだと思うんです。で、現代のその子供を育てておられる親御さんたちに私このことを話します時にね、あなた方の大半は少なくとも高等学校を出てられるだろう、大学あるいは大学院を出てる人もあるかもしれない。そして児童心理学だとか教育学だとかっていうのを学んだ方もあるかもしれない。テレビラジオで教育についての話も聞いとられるだろう、本でも読んどられるだろう。カルチャーセンターとか、あるいは公開講座とかいろいろなものがあって、子供をどのように育てるのか、あるいは子供の心理はどういうものかっていう情報については本当に縮小するほどたくさんの情報を得ておられると思う。だけどこの社長のお母さんが持っておられた情報、生の自分の産んだ子供が生の体や生の声で生の表情で直に母親に訴えかけてきてる情報をあなた方はどの程度受け取っておられるだろうか。電波を通じ活字を通じ人の声を通じて誰かの頭で誰かの心で感じた、そういうあるいは誰かの手でデータ化されたそういう情報は
本当に豊かでも、実際に産んだ子供が自分のそばで生の体から直に発散している情報っていうものをあなたほとんど見ていないんじゃないだろうか。だとすると子供の思いとあなた方の情報に基づく教育についての考え方との間にはすごいギャップがあって、そのギャップの中で子供たちが混乱し暴力的になり破壊的になっているんじゃないかってことも一つ考えてみようじゃないですかと言うんですね。でそれと同時に私は何十年、私自身は結婚してないんですが、何十年結婚生活を送っておられる方々は寝床を並べて夜も休まれるんだと思うんですけれども、隣で寝ている女房が今日一日どんなような思いで家事をしていたのか、あるいはどんなような思いで外へ働きに行ってたのか、あるいは隣に寝ている亭主がどんなような思いで今日一日を会社で過ごしてきたのか、そういうことについて全く無関心のままで男とは女とは夫婦とは結婚とはっていうことを考えてるんだったら、これはうまくいく方が不思議だと私は思う。でただこれは反省も含めてですが、私は昭和38年に戻ってきまして、このお寺は全く檀家の一軒もないお寺なんですね。したがって収入ゼロの寺です。そういうところで弟子が増え始めた時、私は毎晩寝る時寝床の中で弟子たち一人一人のその日の生活っぷりのしっぷりを頭の中に思い返して復習してから寝る癖でした。今少し世間からお話に来てくださいなんて言われるようになりますと、それができなくなっています。それから一緒に過ごす時間が大変減ってきております。私自身が人に偉そうに話しながら、やはりいつの間にかそういうことが自分にできにくくなってるんだってことを痛感してますね。ですから現代のような社会、その昔のお母さんが特に偉かったというよりは、そのお母さんたちの時代はそれが自然にできた。今はよほど心がけて、やはり修行というようなものを一遍してですね、自分なりの修行というものをして、自分の誤りを気づいていく、あるいはこれでいいのかと確かめ直すような作業が絶対に必要な時代になってきたんじゃないかな、こういう気がしていますね。はい、先ほど素晴らしい母親のその知恵というふうな言葉をお使いになりましたけれども、母情仏心、その知恵というのは当然その愛に裏打ちされた知恵であります。私は仏教では愛という言葉をですね、はい、愛弱とか執弱とかいうふうな言葉で意味で使っています。はい、で西洋で神の愛と言ってるようなそういう愛は慈悲という言葉で言ってるんですね。ですからこの愛と慈悲という言葉をそれぞれの内容で分けて考えますとね、ぼんやり私たちが愛という言葉を使っているのが大変明確になるんじゃないかと思います。私たちが普通愛するといった場合、自分を押し付けていくか、相手の自由を奪うほど自分のものにしてしまうか、そういう強い執着を愛と言っているんじゃないでしょうかね。しかし私は自分の母の思い出というものを味わい直します時ね、彼女が他の人に対してどうであったかは知りませんけれども、
少なくとも私に対しては無視であったと思うんですね。無視というのは私がないという無視ですから、傍から見れば母親と子供がそこにいても、実感としては母親がなくて子供が母親の中へはまり込んでしまってる、受け入れられてしまってるっていうのが、それがもう一つの愛じゃないかと思うんです。自分が徹底的に自分の思いを相手に押し付けていったり、徹底的に相手を自分の思いのままにして自分の専属物にしようっていうような思い、これも強い愛だと思いますけれども、その人の前にいる時には理屈抜きで自分の都合や立場っていうものがなくなってしまうっていう愛が現実にありますよね。お互いでもそういう瞬間はあるはずです。特別に偉い人でなくても。それが私は生まれつきの本来の力だと思うんですね。先ほどの社長のお母さんっていう人がそういう素晴らしい知恵の裏付けのある愛を発揮されたっていうのは、じゃあどこでその力を得られたのかって、後天的な力ではないですね。生まれながらに持っておられたものがそのまま障害物がなくて素直に流れ出したっていうのがその方の素晴らしさなんじゃないでしょうかね。で、私が母に対して感じることなどでもやはり同じでして、母がいろいろ自分の知識の上で子供に役立つことが何なのかを考えてくれたことはありますが、迷惑だったぐらいな記憶しかありません。母の愛っていうのを感じるのはいつでもやはり母が無視だった時の行動や言葉ですね。あるいは顔ですよ。ですから慈悲という言葉で言うとすれば、知恵の裏付けのない慈悲はありえないと思います。それは単なる執着に落ちてしまう、そういうふうに思うんですが、ですから母情仏心っていう時の母情っていうのは、それは母としてこの前で自分が亡くなってしまっている、その亡くなってしまっている、別の言葉で言えば無心と申しましょうか、それを仏心と言ってるんじゃないでしょうかね。その知恵に裏付けられた愛に裏付けられた知恵、はい、これは老子のご専門で、はい、例えばその仏教でこういう教えがあるというのはございますか？私ね、はい、仏教で説かれているものはね、はい、慈悲と知恵以外は説かれていないと思います。ですから仏教の中でこういうものがありますかじゃなくて、仏教はそれが全てだと言いましょう。今は母親の愛、慈悲っていうものが表へ出ていて、その裏に知恵が潜んでいるような感じで、お母さんの話をいたしましたですね。しかし一番民衆によく知られている短いお経、般若心経、摩訶般若の般若っていうのが知恵という意味です。ですから摩訶般若っていうのは、それは慈悲ということでもあるんです。で、摩訶般若ハラミッタというのはインドの、古い時代の言葉でして、経典を書く時の言葉、それに漢字を当てたものですけれども、漢字に翻訳をいたしますと、意味を訳しますと、大知恵当彼岸、彼岸に至ると、こういうふうになります。で、その大きな知恵っていうふうに翻訳をされますと、誰でも大きいっていうのは知恵の形容詞だと思うんですね。
ところが白隠禅師という素晴らしい方がありますが、このお方の頬の上でおじいさんになるお方、指導無難禅師という方があるんですが、この方がある時一人の二僧さんから、女のお坊さんですね、二僧さんから「私はせっかくご縁をいただいて出家をしましたのに、般若心経の中に何が書かれておるのか分かりません。しかも偉いお坊さん方のお説教を聞けば聞くほど分からなくなってしまいます。どうぞ私のようなものにでも分かるように教えていただけないでしょうか」こう頼まれた時、それじゃって言って、その般若心経のお経の横にですね、短い書き入れをしておられるんですね。これが初めてこれを見ました時、私身震いしました。知的な宗教の勉強ではなくって、命がけで修行した人でないと出てこない言葉が書いてあったからです。それは何かって言いますと、大というところの横に身なきなりと書いてある。体がない、要するに自分がない、それを大きいというんだ。そして知恵のところは、その何もなきところから出てくる知恵だと書いてあるんです。こうなりますと、マカ般若大知恵というのは、大は知恵の形容詞ではなくて、大から知恵が出てくるということになりますね。これは自分を大きくしていく、自分という人間を大きく育て上げていくというのは多くの人々の、目標でしょうけれども、しかし自分というものを一回り二回り三回り大きくしていくという形の大きくするっていうのは、どこまで行っても限界があるわけです。自分と自分でないものとの境目を消してしまうということであれば、即今ただ今できるんですね。お母さんたちが子供の前で子供の一生を左右するほどの力を発揮した時っていうのは、みんなこの一瞬にして自分と自分でないものの境目を消し去った魔化になった時じゃないでしょうか。だからそこから働き出した知恵は、知識的に多くの知識を運営する知恵ではなくって、生まれながらの裸の心がそのまま、いや心っていうよりも命って言った方がいいと思いますね。裸の命がほとばしったような、そういうものを子供に見せることができたんだと思います。伺っておりますと、若いお母さんに積極的にお話をなさる、あなたお一人お一人本当に無視ですか、あるいは本当に知恵に裏打ちされた愛ですかというふうなことを、逆に同志が問いかけていらっしゃると。えらい遅くなりましたがね、あなた足楽にしてください。私はうっかりしてました。私は自分でこんな姿をして、私はね、あなた無視ですかっていうふうに問いかけてるつもりはないんです。それはあんまりにも怖い問いかけですから。それよりは、あなたは子供さんにとって自分の知識が大切だ、情報が大切だと勘違いしておられませんかと話しかけてるつもりなんです。ひょっとすると子供さんはお母さんの豊富な情報っていうのが害になってるのかもしれませんよ。一番欲しがってるのは、自分とお母さんとの間に挟まってる情報っていうものを取り去って、直接肌と肌、言葉と言葉、あるいは目と目が触れ合うような関係が欲しいんじゃないんですかって私は問いかけてるつもりなんですけどね。で、この素手でもそうです。この頃お便所掃除する時なんか、
ゴムの手袋をはめますね。あるいは汚いとか、あるいはなんだとか言っていろいろ保護するもので、寝床へ入る時まで靴下履いて寝る子供が増えているってことも聞きました。禅寺の生活ではこの素足なんです。えらい汚い足ですけどね、こうやって私素足でしょ。この冬でもそうなんです。足袋を履きますのは礼儀的に履くんでして、保温とかそういう意味で履いてるんじゃありません。これは文字通り直に触れるっていうことが修行の最も大切なことだからなんですね。直づけという言葉を禅の修行道場ではよく使います。直づけ、直づけ。そこへ自分の変な知識やあるいは分別が入ってきていない。心も体も直接ものに触れていく。そこから出てくるものが愛であり知恵であり善行方便なんだ。私はそういうふうな言い方もできるんじゃないかと思いますが、現代のように科学技術が工業化され製品化されて便利な方へ便利な方へとこう動いている。そして同時に豊かでもある。さらには個人の自由意志というものを極力尊重するという時代になってくる。こういうふうになってきますと、私たちは私自身がまず知らず知らずの間にその直づけっていうことができにくくなってるな、そういう反省を私自身がしてるんです。そしてその中で私たちがもう一つ大きな思い違いをしているのは苦しみというもの。この仏教で苦しみと申しますのは思いのままにならないことです。この思いのままにならないっていうことを大人も子供ももっとはっきり見つめるっていうことが生きる上に絶対に必要だってこと柄なんですね。私たちが思いのままになると錯覚しそうなものが社会にあふれていると思われませんか。社会福祉というものは非常に大切なもので、それがなければ生きれない人たちがあるとでも事実ですが、一面でこれがそれを必要としなくても生きていける人たちに多くの思い違いを起こさせている。あるいは医療というもの、お医者さんの医療ですね。この医療というものもなくてはならんものですけれども、医療が進んでいく方向で私たちに死んでも命のあるようにというような錯覚すら抱かせかけてるんじゃないでしょうか。私は素晴らしいお母さんたちっていうのはいやおうなしに思いのままにならないっていうことを大自然の中からも叩き込まれて生きてきた人たちだと思いますね。このお母さんたちの知恵とか愛とかそういうものを私たちの方で種知というふうな言い方もいたします。種の知恵ですね。でその種の知恵の自覚っていうのが私は苦しみから出てくると思うんです。仏教で苦しみっていうのは思いのままにならないっていうことですが、現代の生活ではそれが錯覚されてしまうほど豊かで便利で自由ですね。でもどんなに豊かで便利で自由な社会がやってきたとしても、私たちは人生の出発点で親は選べないし子を選べないし性別も国籍もあるいは生まれる時期も一切を選ぶことできません。丸裸のしかも完全に与えられた条件の中へ出てきて生きなければならないわけでして、そういうことを仏教で苦しみと言ってるんだと思います。ところが
何一つ選べない出発点でそれができないんだっていうふうに言うと絶望的に聞こえるかもしれませんが、逆にそのことを突き詰めて体験した者にとっては、だからこそそのような与えられた条件の中で生き抜き育っていく力っていうのが初めから与えられているんだ。いや、そういう力そのものが姿になって現れてきてるんだっていう自覚にもつながっていくわけですね。そしてこういう自覚のきっかけになるのが思いのままにならない苦しみであると同時に、今度はその力を人生の中で育て上げていくのもまた私は思いのままにならない苦しみだと思うんです。苦と言ってますけれども、実際にはこれは人間を育てる肥料だと言うてもいいと思うんですね。ですから昔の方たちが今の人たちよりも情報が少なく知識は少なくても知恵が豊かであったっていうことはうなずけるような気がいたします。で、我々臨済宗のお寺ではご本尊様にお経を読みました時、後で回向というものをいたしますが、これはそのお経を読んだ趣旨願いっていうものを述べる文です。で、その中で世界が平和になりますようにとか、人々が幸せでありますようにとか、そういう祈りを言いません。ただ一つ祈るのは、主治をまどかにせんことをということだけを祈るんですね。私たちが生まれながらに持ってきているその摩訶般若の知恵、愛と知恵と方法便宜が一緒に出てくる素晴らしいもの、それを完全に育て上げ完全に発揮できますように、それが祈りなんです。で、私はこれは素晴らしいことだと思うんですが、若い頃は勘違いしておりました。何かやはり世界平和とか人類の幸福とかいう言葉を使う方がいいような気がしてたんですね。でもそれは主治をまどかにした結果現れてくるものでして、原因である主治がまどかになるという一人一人の中にある人間性という言葉で申しましょうか、深い意味での人間性が完成されていくということなしに、本当の意味の平和とか幸せとかっていうのはありえないと思いますので、それをひたすら祈るっていうことは素晴らしい祈りの言葉だという気がいたしますね。ただこういう祈りを現実のものにするためには、私たちはやはり思いのままにならないっていうことを実生活の上でもう少しかみしめなくちゃいかんのじゃないでしょうか。また本当に子供のためを思うならば、それを子供がかみしめるような対応が必要なんじゃないでしょうかね。どうもありがとうございました。